はい、哲也です。今日はですね、高市早苗氏は元暴走族というテーマでお話してみたいと思います。最近ですね、高市早苗さんに対するね風当たりが厳しくなってますね。世間の風当たりも非常にね、世論調査などを見るとなんか悪化しているような感じですね。つい最近のこれどこだったかな、共同通信の、アンケートですね、世論調査によるとですね、政治的公平に関する総務省の行政文書について不正確で捏造だとする高市早苗大臣の説明に対し納得できないとの回答が 73.0% に上ったというんですね。共同通信ですからね、そのまま鵜呑みにするわけにもいかないんだけど、僕の知ってる人でもちょっと話すと、高市大臣ちょっと大変そうですねと、どちらかというとね、高市さんに対して否定的とまで言わないけれども、ちょっとクエスチョンマークがついてるみたいなね雰囲気で話す人の方が最近多いんですよ。変だなと思います。ただやっぱり野党のやってることもなんかいい加減だし、しっかり反論してやってもらいたいですねみたいなことを言ってるんだけど、なんかあんまりイメージ良くない感じがするんですよね。それでなんでかなと思ったら、やっぱりね、この野党とマスコミが結託して印象操作している感じがするんですよね。つい昨日もですね、高市早苗氏ブチ切れ答弁の原点、不良伝説、バイクでドドド、近隣住民が呆れたやんちゃ自慢、写真ありみたいなねこれフラッシュなんですけど、フラッシュの記事が出たんですね。こういうね、あたかも高市早苗さんが元暴走族であったみたいなね、なんかコメントで元暴走族の総長だったみたいなね意見もあったみたいですけどもはっきり言うと記事読んでみるとね、そんなひどいものでもなかったような感じなんですけどね。ちょっと途中から読みますね。衝動的な発言で政治家人生の窮地に追い込まれた高市氏。これは衝撃的な発言というのは、この文章が捏造じゃなかったら、例の小西文書ですよ、行政文書ですね。それが捏造ではなかったらやめますよねと、議員も大臣もやめますよねみたいなことをコニタンから言われてですね。で、それは結構ですよって、むしろ捏造じゃなかったら、これが本当の正確なものであったら結構ですよって言ったことでね、それが、衝動的な言動と言ってるわけですけども、別に衝動的じゃないですよね。自分が自信があるから、それを書いてることに対して間違いだと自分ではっきり認識できるからそう言ったわけですよね。もちろんね、そういうことを言うべきだったかどうかってのはまた別問題で、戦略的には何なんだったらやめますというようなことは言わない方がいいと思いますよ。これ安倍さんの時もそうですけど、そこからつけ込んでくるじゃないですか。もうやめさせようと思って必死になってね。で、くだらないことなんで、最終的には森掛桜と一緒で結局何もなかったねで終わるんだけど、膨大な時間のロスが起こりますよね。そんなことをさせないためにはやめますとかやめませんとかそういうことを言わずに、まずその文章の正確性を立証してくださいよと、私はその上で判断しますとぐらい言えばよかったと思いますけどね。それはいいんですけど、その衝撃的な言動で、政治家人生の窮地に追い込まれた高市氏、実は過去にこのプッツンにつながりそうな自らの本性を自白していた。大学に入るまで不良してたんです。ギンギンのロックバンドもやってたし、バイクにディスコも大好きだったと、これ本人が言ったということなんですね。本氏が1991年にインタビューした際に飛び出したのがこの不良娘伝説。当時の高市氏はワイドショーに出演し、三浦瑠麗氏さながらの美人言論人として注目を集めていた。ちなみに別企画で高市氏にバイクに乗り始めた時期を聞くと16歳からと回答を寄せている。しかしこれに首をかしげるのは高市氏の母校、奈良県宇根火高校の同級生たちだ。自分で言うのもなんですが、宇根火高校は当時奈良のトップ校でした。早苗が高校時代からバイクに乗っていったとかは聞いたことがないですね。おそらく神戸大学に入ってからの話では、他の同級生もバイク乗りやロックバンドについて聞いたこともないし、むしろ真面目な印象だったと口を揃えると。もしや捏造かと思った矢先、高市氏が小学校の途中から大学入学後まで住んでいた奈良県橿原市の近隣住民はこう話した。ああ、覚えてますよ。夕食の支度をしてたらドッドッドッとバイクの低いエンジン音が遠くから聞こえてきて、あ、早苗ちゃんだとすぐ分かりました。夜中遅くにバイクで帰ってきたこともありました。
だが40年前とあってバイクにいつから乗り始めたかは記憶が判然としないという。高市氏は母親に長女花代と育てられたと前室の近隣住民は続ける。高市氏のお母様は口を開けば娘の自慢でした。うちの早苗があって勉強だけではなくロックバンドのこともドラム叩くんやというし、バイクに乗ってることも自慢してはりましたよみたいな感じですよね。まあ要はバイクに乗ってたってだけじゃないですかねこれロックバンドやってても別に何の不思議もないし、まあね18歳以上になってディスコに行くこともあるでしょうしね。僕なんかもディスコ行ってましたよ全然真面目でしたけど、ね、僕もね。僕もそういえばこれ自分のちょっと自白ですけども、中学生の頃までね、まあちょっとした不良という扱いでしたね。勉強とかも真面目にやってたんですよ。勉強真面目にやってたけど格好が不良だったんです。僕の場合は格好だけが不良な格好だったんですよ。なんかズボンをちょっとこう裾を広げてみたりね、キュッと縮めてみたりね、その時に流行ったちょっとズボンの形を整えたりね、まあ見たらちょっと若干不良じゃねえみたいな雰囲気ですよね。まあ喧嘩とかも時々やってましたけどね。まあ普通の人よりもちょっとそういうところあったけども、本当悪いこと何もしてませんからね、はっきり言って、だけど見た目は不良だったんですよ僕は。だから不良って言ってもね、いろんなパターンがありますからね。それが極悪な不良じゃなければ、若い頃の少々のやんちゃなんて、僕は逆にそういう時代があった方が魅力的に感じますよね。勉強ばっかりしててね、もうずっとなんか数学の公式を暗記してましたとかね、英語の文法をずっと覚えてましたとかいうよりも、ロックバンドやってバイク乗ってましたっていいじゃないですかね。別に暴走族でも何でもないわけですからね。夕食作る時間にドッドッドって来たって、別に夕食作る時間って4時とか5時とかそのあたりでしょ。いいじゃないですか、別に普通にバイク乗って帰ってきただけなんだからね。暴走族でも何でもないんだけど、若い頃ディスコ行ったりしてほとんど僕の年代の人みんな言ってますよ、ほとんどね。それ全然なんていうかひどい話じゃないじゃないですかね。ちょっと若干やんちゃな時がありましたよみたいな、僕はそういう人の方が魅力的だと先ほど言ったようにね、魅力的だと思いますよ。ずっとガリ勉ばかりやってきましたってねいう人よりも、僕はそういうやんちゃなところがあった人の方が魅力がある。だから高市早苗さんのことをこれで嫌いになったとかじゃなくて、僕は逆にいいイメージに若干なってるんですけど、ただこういう話が伝聞的に流れるとね、それ聞いた人は、いやそうか、なんか物の言い方ちょっとなんていうかな、不良っぽいよねみたいな感じで受け止める人も出てくると思うんですね。いずれにしても野党とマスコミが共闘してですね、高市早苗さん落とし、印象を悪化させようというイメージダウンをね図ってるっていう感じがします。で僕はですね、高市さんは今本当に窮地に立たされているような形になってますけども、実際は別に何も悪くないんですよね。なんか悪いことしてるような印象で語られること多いんですけど、テレビとか見てるとそういうイメージになっちゃうんですけど、野党がですね、誰が作成したのかも、中には日時もわからない、それから、発言者に開封されてない、つまり確認も受けていない、そういういい加減な文章をですね元に、この文章の内容の通りだろうと、放送法の解釈をねじ曲げようとしただろうとこう言ってるわけですけども、そこに書かれている内容について全く自分は身に覚えがないし喋ってないというわけですね。で自分にも確認をするために回覧されてきたものもないわけですね。また自分がその文章を確認しようとしても、それは情報流通なんとかっていうところが部署が管理しててね、勝手に入れないわけですよね。だから確認のしようもないような文章なんですよ。なのにね、そういうはっきり言って普通ですね、そういう文章っていうのは証拠能力なんてないですよね。だって本人も確認してないんですからね。ただ役所の誰が書いたかわからないような、内容不確かな文章をメモとして共有していたと、それだけのことです。でそれを、これは法律違反になると思うんですけど、勝手にその役所のものがリークして、それに基づいていろいろと追及してるわけでしょ、コニタンとかがね。だからそれに対して高市さん一生懸命反論してて、僕その反論を聞いててなるほどなと思います。それで先ほどのですね、共同通信社の全国世論調査の話に戻しますけどもね、共同通信の調査では高市早苗さんの説明には納得できないと答えた人が 73% に上ったっていうんですね。でも僕はそれどうもおかしいなと思って、
ツイッターでアンケートを取ってみたわけですね。そうすると約 95% が高市氏の説明に納得できる、高市氏の説明に納得できるという人が 95% 以上、高市氏の説明に納得できないというのが4% 程度ということになってるわけですよ。やっぱりネットの世界というのは健全ですよね。いろんな情報を自分で集めて自分で判断される人が多いからですよね。この点に関して、これお前哲也のツイッターによる、これいつも言うんだけど、アンケートなんて当てになるわけねえじゃねえかと、それは哲也と同じような考えのネトウヨが投票してるんだろうとこういうふうに言われるんですけども、これ同じ質問を例えばセンターより左の人がやったとしても、僕ほどにはならないにしてもですね、多分80対20ぐらいになると思いますよ。それぐらいのものだと思いますね。だから真相はその間ぐらいって、やっぱり 90% ぐらいはね、これは僕の予想ですけど 90% ぐらいは高市氏の説明に納得できるという人がいるんじゃないかなと僕は思っています。それと最近非常に問題になっているのは、高市早苗氏への大臣レクについてですね。この大臣レクは、高市さんはなかったと一応言ってます。ただ総務省の情報流通行政局長の発言というのがあるんですね。まずこれを紹介したいんですけど、総務省情報流通局長はですね、国会でこの件に関してね、高市大臣レク文書については作成者によると約8年前で記憶が定かではないが確実な仕事を心がけているので、上司の関与を経て文書が残っているのなら大臣レクは行われたのではないかと、あるいは行われた可能性が高いと述べたということですね。結局何が言いたいんでしょうね。この文書が残ってるから、自分はあんまり記憶してないけれどもこういう大臣レクが行われた可能性が高いで、自分はちゃんとした仕事を心がけてるから、確実な仕事を心がけてると言ってるというわけですね。この上司の関与を経てという表現なんですけどね、これは下越大学の高橋洋一先生によるとね、高橋先生は元官僚ですからね、その経験から言うとね、この上司の関与を経てっていうのは、これは上司が書き直したことを示唆しているっていうふうにおっしゃってるんですね、ツイッターで。ちょっとこの辺も気になりますよね。で、変なのはね、確実な仕事を心がけてる人が発言者、この場合高市大臣ですけどの確認を経ていない文書、つまり正確性に疑義のある文書を残すんですかって話ですよね。やっぱりこれは確実な記録として残すためには文書の正当性というかね、その文章の正確性というか、そういったものをきちんと確保しなきゃいけないんじゃないでしょうかね。そのためにはやっぱりこういうレクが行われたというんだったら、まず大臣室にこの内容を開封する。そして当然ですね、大臣への対応ですから、事務次官にも開封するという形でみんなで確認して、よし、これはこういう話だったんだなというふうに確認しておくべきじゃないですか。そういうのは確認を全く取らず、そういう手段を取らずね、適当に自分たちが書いたものを記録して残した、これが確実な仕事をする人なのでしょうかね。分かりませんけども、何が事実なのかと言われてもね、僕は分からないけども、この人はですね、この官僚の人はですね、記憶は定かではないがって言ってるわけでしょ。記憶が定かではない、行われた可能性が高いんじゃないか、この文章が残っている以上みたいな感じですよね。こんないい加減な文章を元にしてですね、それを根拠にレクが行われた可能性が高いって言ってるわけですよ。非常に曖昧ですよね、こんなものね。で、高市さんは何て言ってるか、そんなレクは受けてませんと。で、このレクっていうのが何なのかっていうことに僕よると思うんですけどね。レクっていうのはレクチャーのことだと思うんですけどね、いわゆる講義、つまり詳しい内容をお伝えする、お教えするという意味かなと思うんですけど、高市さんってものすごい勉強家じゃないですか。で、官僚からレクを受けると、どうもそちらの方の考え方にちょっと影響されやすくなるので、高市さんというのは基本的にあまりレクを受けない人らしいんですね。ですからレクを受けたんだったらですね、高市さんは覚えてると思います。ただその高市さんがですね、レクは受けてないと、そんなレクはなかったと言ってるわけですから、僕はレクはなかったんじゃないかなと思ってるんですね。僕のツイッターのアンケート調査ではですね、こういうふうになってます。1、大臣レクはあったし記載内容も真実だという人が 1.8%、 大臣レクはあったが記載内容は真実でないという人が 41% ちょっと、大臣レクそのものがなかったという人が
57% という形になってますよね。つまり大臣レクはあったが記載内容は真実でないというのと、大臣レクそのものがなかったという人を合わせると約 98% 以上になるわけですね。だからもう高市さんの言ってることがほぼ正しいと思ってる人が多いということですよ。闇の熊さんなんかはね、僕は非常に感性の鋭い素晴らしい方だと思ってるんですけども、その闇熊さんはですね、2番の大臣レクはあったが記載内容は真実でないという、このことが一番可能性が高いというふうにおっしゃってますね。まさにその通りかも分かりませんし、僕は大臣レクそのものがなかったんじゃないかというふうに思うんです。でそれは先ほど言ったように、高市さんというのは、勉強家でね、自分でできるだけ原点に当たってですね、しっかり自分で客観的に調べ考えようとする人ですから、レクを受けるということはめったにない。それでレクを受けたとしたら記憶してるんじゃないかと思うんですよね。ただこのレクの定義ですよね。例えば何かを申し入れに行ったとか、あるいは何かをお願いに行ったとかね、高市さんの方ではレクとして認識してない。ただ、官僚側としては大臣に何かお話に行くときは全部レクというふうにね定義しているのかもしれない。そういう意味においては大臣レクはあったのかも分かりませんよね。でも高市さんの認識としては大臣レクはなかったというんですから、一般的に言う大臣に対する、内容説明という意味でのレクは僕はなかったんじゃないかと、その可能性が高いんじゃないかと思っています。いずれにしてもよく分かりませんけどね。ただここでね一番問題にしたいのは、内容の不確かなもの、つまり正確性に欠くもの、当事者の確認を経ていないもの、全員の確認を経ていないような文書で、つまり非常に曖昧な文書でですね、例えば福山さんなんかはね、こんなに詳しく精緻な文章は信頼に値するんだみたいなことを言ってますけど、いくら詳しく精緻な文章であってもですね、詐欺師の文章ってみんなそうなんですよ。僕は以前友人がね、何だったか商品取引だったかなんか忘れたけど、そのパンフレット持ってきてね、どう思ってきた、これ詐欺だよって僕言ったんですよ。いや、こんなに詳しく精密に書かれてるんだけどみたいなそうそう、読めばねものすごく丁寧に書かれてますよ。だけど詐欺ってそういうふうにしないと詐欺できないじゃないですか。結局後でその投資話はやっぱり詐欺だったってことが判明したわけですけどね。だからね、詳しく精緻な文章であるからといってそれが真実とは限らないんですよ、ね。捏造である可能性だって十分あるわけですよね。しかも当事者の確認は経ていないわけですからね。いずれにしてもですね、こんな日付がなかったり作成者も配布先も不明で相互確認もできていないようないい加減な文書に基づいて官僚と野党と偏向マスコミが結託してね騒ぎ立てて、高市早苗さんのような非常に有能で日本にとって本当に欠くべからざる政治家を失脚させるなんてことがね、この日本でまかり通ってはならないと思いますよ。だから今高市さんの置かれている立場っていうのはね、本当にかわいそう。こんな日本を背負って立つというか、もう本当日本の安全保障についてこれほどですね熱心に何とかしなきゃいけない、日本を守らなきゃいけないというね強い意志を持った本当の国士としての政治家ですよね。こういう人を守らなきゃいけないんですよね。僕はこういう例え話をしています。あなたは自分が話してないことが書かれた議事録を突然突きつけられ、お前がこんなひどい発言をしていたのか、会社を辞めるべきだと言われ、あなたがそんな会合は記憶になく議事録も回ってこなかったと反論しても、議事録があるから会合はあったしお前の言葉も事実と言われたらどう思うっていうふうに書いたんですけどね。まさに高市さんはこういう状況にも置かれてるんだと思うんですよね。ぜひ皆さんもこういう状況に置かれた人の気持ちというものをぜひ汲み取ってね、これから高市さん本当に日本にとって必要な人ですよ。ぜひみんなで応援していこうではありませんか。よろしくお願いします。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。 Good luck。 目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。